はい、こんにちは。山下夏美です。5月2日金曜日。この日はですね、平塚ビーチパーク。ポイントは流木前ですね。で、スキムボードの練習してきました。波サイズがですね、60センチぐらいありまして、少しサイズがありましたね。で、少し張りがあるんで、その分。結構いい形で波がね、来てたんじゃないかなと思います。天気がちょっと悪かったんですけど、その代わり波はいい感じに入っていたかなと思います。少しね、癖の強い波でですね、デッドウォーターがちょっと多かったかな。だから最初のね、しっかり板を走らせるのが少し難しいんですけど、波に届いてしっかり当てることさえできれば、ダウンザライナーでしっかり流せる波だったかなと思います。トリックというよりはサイズがある分、ややダウンザラインでグラブしてチューブを狙うというか、狙えたらいいかなという感じの波ですね。その狙いをメインでやってって、合間で来るこういうラップ側の波ですね。狙ったりとかもしていってます。で、朝一人いない時間のうちにね、ちょっとサーフィンしようかなと思って、一回アウト出たんですけど、ちょっとまだ波数が少なくてね、波待ちかなり長かったので、一回上がってきてまたここからスキムしてます。最後のね、この水量がやっぱりちょっと厄介で、連日ずっとね、この流してトリックっていう感じだったんですけど、どっちかっていうと流して、そのままコンプリートするか、グラブして前出て、コンプリートできたらいいかな、みたいな感じですね。しっかりね、ドンピシャの位置で合わせないとこういう風にスープで遅れることが結構多い波です。で、かといって先行きすぎると、少しパーゾーンから外れちゃってるので、軌道修正とかをね、しなきゃいけないような感じですね。これすごいいい位置でまっすぐです。これ一回ね、ちょっとラップ側に切ったから前にできれなかったけど、当てる位置としては今のも結構ベストですね。これとかも先が張ってきてくれればいいラインで当ててます。ただ張ってこないときはいつも通り巻かないところの折りで降りたりとか、今みたいに少し張ってるかなと思ったらグラブしてチューブ狙ったりとか、そこの見分けですね。ターンしてからでもそこはね、全然見分けることは可能なので、その辺見分けながら、しっかりね、その時の波に合った練習をしていってます。で、あとは今みたいに、モンキークロールで結構アウト目から板をテイクオフさせていくと、こういう風にですね、結構いい感じのライナーができたりとか、そこは、ちょっと技量は求められるけど、デッドウォーター気味のね、日ではね、モンキークロールができる人が結構有利になるんじゃないかなと思います。こういう好みでも、横に走れる波っていうのをたまに選んで乗れてたんですけど、その嗅覚を持っとくのがね、すごい重要ですね。なかなかね、ずっとサイズがある日とかはね、こういう風に、なかなか好みの波をね、逃しやすいんですけど、いい形のやつを。逃さないでいけるとこういう風に流せることが結構あるんでね。サイズがある時こそセット以外の波とかもちょっとちゃんと見るように意識するのがね、結構いいんじゃないかなと思います。実はセットよりも、セットに合間に来るやつの方が意外と形良かったりとか、そういうこともあるんで、とか、セットのサイズ感じゃできないことがね、トリックとか余裕が生まれてできることとかもあるんで、その辺しっかり自分が何を狙ってるのか、何をやりたいのかっていうことも考えながらライディングできるとすごいいいんじゃないかなと思います。この時間のあたりはね、どんどん引いてきてるんで、割り方的にチューブって感じではなくなってきたので、少しトリックであったりとか、今さっきみたいにフロントラップ狙ったりとか、ちょっといろんなことを幅利かせながらやってますね。ちょっと強引だったけど、これもリッピングでスピナーかけたりとか、リッピングしながらスピナーかけたりとか、最後スリーショービットとかボードスライド狙ったりとか、
これはフロントショービット狙ってましたけど、ちょっと変な落ち方しましたね。この辺からはね、もう、ちょっとスキム並みっていうよりは、ややサーフィンチックな波になってきたんで、アウトに出ていってます。サーフィンの波はね、ちょっと、サイズはあるんだけど、このパワーゾーンキープするのが相変わらず難しい感じだったんで、しっかりね、ターンを意識しながらやっていく感じでしたね。先、今みたいにね、ちょっとピークの先行きすぎちゃって全く繋がってなかったりとか、ダンパーに捕まって置いてかれるってこともまあまああったので、結構波選びをちゃんとやってきましたね。あとはね、意外と途中で張り直したりしたりとか、ゆっくり割れてきたりするのもあるんで、これがゆっくり割れてきたやつなんですけど、前に出れることもあったので、ね、一回スープになっちゃっても、ちょっと諦めずにこう、踏んであげると、こういう風に少し波が出てきて、ロングライダーできる。ただ、もう先が消えてるから、これはちょっとパンプしてで、さらに引っ掛けてって感じなんですけど。で、最後上陸までこれ行ってるんですけど。まあ、ここまで行くのはなかなか大変でしたね。ちょっとピークが分かりづらかったっていうのもあったんでね、ちょっと適度に上がりながら、ピーク見直して、そこで入水していくって感じですね。良さそうな場所で。そういう波だったんでね、結構、ウェーブライドの波位置キープはかなりいいイメージがつきましたね。小波とかパワーが少ないゾーンでどうやってスキムの板で乗り継ぐのかっていうのも考えながら、ね、練習ができたんで、結構いい練習できましたね。ちょっとこの辺インサイドの張り直しとかを狙って戻ったりとかしてたんですけど、まあ、人がいなかったんでね、あんまり。ちょっといろんなピーク動きながら、いろいろ試してます。これとかすごいね。普段やらないトリックで。ハーフスピンで、そのままストールさせようとしたけど、最後戻んなくて、バックで進むっていうこと。なかなかレアです。まあ、そういうフィンレスならではとか、スキムならではの動きもちょっと、練習しながら。これはボディバリアですね。そういうトリックもいろいろ試しながら練習していったっていう感じですね。あとはちょっと今みたいに前出るのに一回サイドウェイ的な動きしてから前出たりとか、そういう普段やらないような動きとかもいろいろ試していった感じです。最後までご視聴いただきありがとうございました。今回の動画良ければ高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。